YouTube をご覧の皆様こんにちは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今回のテーマなんですが、今日はアトピー治療の歴史について説明したいなと思います。前回、アトピーの最新治療、デュピクセントの薬について説明させていただきました。で、今回は最新治療ではなくて、過去にどんな治療がされていたかっていう話をさせていただきます。もう一番有名なのがもうステロイドですよね。アトピー治療って言えばもう間違いなくステロイドっていう回答があると思うんですよ。で、おそらくステロイドっていうのはもう皆さんが1回は使ったことがあると思うんですね。で、ステロイドは一番最初に使われ出したのが1953年なんですね。1952年に臨床試験が始まって翌年1953年に正式に認可されました。1913年で大体47年ぐらい経って1999年に今度はプロトピックっていう外用剤が使われるようになりました。でステロイドが実際に始まって1999年までの間だいたい46年ぐらいですか、46年の間ですね。結局この46年の間でアトピーを完全に治しきったっていう症例があまりにも少なかったんですね。結局いろんなその副作用が出てステロイドはあまり良くないなっていう症例もちらほら出てきて、でそこで登場したのがプロトピックっていう薬なんですよ。プロトピックっていう薬で、この薬はですね、当時ステロイドより副作用が出ないっていうことが謳い文句だったんですけども、実際に蓋を開けてみればですね、プロトピックって結構危険なんですね。1999年にプロトピックが実際に使われ出して約20年、この20年の間でどんな問題が起きたかっていうと、もういろんな問題が起きてます。で新聞にもいろんな記事にも出ました。今日はそれをいくつか紹介させていただきます。ここに今成人アトピー性皮膚炎に新薬ステロイドより副作用出ずっていう当時の新聞なんですけども、顔や首に効果期待とかね、いろんなこと書いてますけども、これが1999年11月20日の新聞ですね。で実際にどうだったかっていうと、これからいきましょうか。副作用で悪性リンパ腫、16歳少女免疫低下進行化という新聞なんですけども、これは2003年の10月5日の新聞ですね。これアトピー治療薬プロトピックに関する記事なんですけども、ここにいろんなちょっと長いこと書いてますけども、簡単に言うとですね、16歳の少女が自分のアトピーを治すためにステロイドを使っていたんですけども、結局ステロイドでは治らないのでプロトピックっていう新しい新薬をステロイドと併用しながら使おうじゃないかということで実際にプロトピックを使ってみたんですよ。そしたらですね、使った後に免疫力が一気に低下して今度は悪性リンパ腫瘍にかかってしまったっていう、非常に残念な内容なんですけども、こういう記事が出ました。他にはですね、アメリカで子ども46人がんになると。アトピーの塗り薬。ここではですね、2004年の1月から2009年の1月、大体5年間46人に対して白血病とか皮膚がんを発症したという2004年の1月から2009年の1月の5年間に46人白血病や皮膚がんを発症したと。でそのうち4人が死んでしまったっていう残念な記事になっています。はい。これも同じ内容ですね。さっきの同じ記事なんですけども、2010年の3月22日日本経済新聞で取り上げられています。
結局何が言いたいかっていうとですね、もうこういう、ステロイドとかプロトピックっていうのはもう免疫力を低下させるんですね。で、免疫力っていうのを低下させちゃダメなんですよ。なぜかっていうと、いろんな病気にかかってしまうから。本来そのアトピーっていう病気を治すためにステロイドとかプロトピックを使っていたと思うんですけども、その他の病気になるために別にそういうステロイドとかプロトピックを使ってるわけじゃないじゃないですか。ないですよね。誰も他の病気になりたくないですよね。本来だったら、そういう免疫力の低下の副作用があるっていうことをドクターは説明しないといけないんですけども、絶対説明しないんで、こういうプロトピックとかステロイドっていう薬は使うときはもう本当に気をつけた方がいいと思います。はい、今回のテーマはアトピー治療の歴史についてでした。どうもありがとうございました。